千葉県在住、主婦、養育里親。今回は福島の社会的養護を必要とする子どもたちをテーマに、吉成麻子さんです。はじめまして、千葉から参りました吉成麻子と申します。転勤の多い夫と共に北海道から関西まで引っ越しながら、専業主婦として4人の子どもを育てています。福島や宮城は長期出張に同行して子どもたちとたびたび滞在したり、四季折々の休暇を過ごしてきたので、震災前から多くの友人知人がいる馴染み深いところです。でも今日のお話の舞台は地球の裏側、真っ青な海が太陽の光で輝くイタリアのサルディーニャ島。今年の夏、この美しい島で福島県の児童養護施設に暮らす一人の男の子が1ヶ月サマーキャンプに参加しました。そして彼の人生はその時から青い海に負けないほどに輝き始めたのです。どうして私がこの男の子に出会ったか、そしてこの児童養護施設で暮らす福島の子どもたちのために私たちは何ができるのか、今日はそのストーリーを皆様に届けたくていわきまで来ました。震災で福島の見慣れた風景が激変し、次々と信じられないほどの被害状況が報道される中、いても立ってもいられなくなり、安否確認できた知り合いたちに何とか支援物資を届けたいと被災地に入ったのは、震災直後の4月の初めのことでした。家族にはとても心配されましたが、最後は自己責任で一人で行くということで見送られ、まだ凸凹の常磐道を北上しました。当時貴重だったペットボトル入りの水や乾電池、保存の効く食料のほかに、小学校の PTA に呼びかけて、ありったけの子供の長靴を調達し、近所のお宅からは炊き出し用の大きなお鍋を集め、帰りの分のガソリンも携行缶に詰めて、一気にまず石巻を目指しました。夜が明けるのと同時に、複数の知人たちに物資を届けて回り、夕方近くなってこのいわきまで戻ってきました。すると以前知っていた湯本の商店街が真っ暗で、車も人通りもまばらになっていて驚きました。治安も悪化しているという地元の人の話で、一人でいるのが恐ろしくなりました。昼間見てきた沿岸地域の言葉にできないほどの惨状は胸が痛みましたが、それに勝るとも劣らない得体の知れない怖さを感じたのを、今でもまざまざと覚えています。かつて経験したことのない強烈な体験の後、帰宅して日常生活に戻ってからも、自分は一体何ができるだろうかという自問自答を私は繰り返しました。その後も、1月か2月に1回のペースで、宮城と福島に通いましたが、先の見えない復興の中で、個人としてできることをずっと模索してきました。その中で私がたどり着いた結論は、子どものため、とりわけ福島の社会的養護を必要としている子どもたちのお手伝いをしようということです。10年以上前、長女が小学校に上がったとき、同じクラスにひどい虐待を受けているお子さんがいました。なんとかその子に3食まともな食事をさせ、お風呂に入れてさっぱりしたものに着替えさせるという当たり前の暮らしをさせたいと、当時のママ友たちと行動するうちに、養育里親という制度を知り、県に登録しました。以来何らかの事情で親が育てられないお子さん、いわゆる社会的養護の必要なお子さんたちを家庭でお預かりし、うちの子供と一緒に育てています。おそらく皆さんにとってこの馴染みのない言葉、社会的養護を必要とする子供が一体どれくらい存在するかご想像がつきますでしょうか。全国には3万5千人以上の親と暮らせない子供たちがいますが、ここ福島県にも450人余りのそのような子供たちがいます。そのうちの8割以上の子供たちは県内の乳児院と児童養護施設で生活しています。地震と津波による甚大な被害に加えて、原発事故とその目に見えない影響によって、子育ての難しさがこれほど顕著な場所はありません。困難な状況の中で、本来最も守ってくれるはずの親が不在だということが、どれほど子どもたちに不利益であるかは、容易に想像がつくことだと思います。そこで私は県内に8カ所ある児童養護施設のいくつかと交流を始め、滋賀のケアリングクラウンの講演や、東京の大学生の福祉サークルが行うボランティアの引率などに
積極的に取り組み始めました。そんな中、今年の初めに学校時代の同級生から頼まれ、イタリア・サルディーニャ島での1ヶ月に及ぶ保養キャンプの日本側のお手伝いをすることになりました。もともとイタリアでは20年前のチェルノブイリの事故以来、子どもたちが心身の健康を保持できるようにと、保養キャンプの実施にさまざまな団体が熱心に取り組んでおり、そのノウハウも確立しています。県内全域から小学生を公募し、面接で選考、今年が3回目のサマーキャンプでした。せっかく私が活動に加えていただくので、イタリアサイドにもお願いして、なるべく保養のチャンスの少ない子どもという観点から、児童養護施設のお子さんをこの夏は選びたいと思い、春先からリクルートのために施設回りを重ねました。その甲斐あって16人の中、唯一の家庭以外からの参加者を無事に選ぶことができました。ところがいざ行くことが決まってみると、書類などの手続きは煩雑で、親権者がそばにいないことの面倒を痛感することに、渡航の準備も空港への送迎も、施設の職員さんや学校の先生方、そして私たち家族がみんなで協力して、なんとか無事に送り出すことができました。その大変さも一月後、そのお子さんが成田に別人のように心身ともにたくましく成長して帰ってきたのを見て、一気に吹き飛ぶくらいとても嬉しかったです。はじめは遠慮がちだったそのお子さんが、みんなのリーダー格として子どもたちをうまくまとめ、現地のお世話係からも高い評価を得たと聞いて、我が子のことのように誇らしく感じました。未曾有の震災において社会的に弱い立場にある人は、一般の人に比べてはるかに影響を受けやすく、また立ち直ることも難しいと思われます。福島の将来を担う子どもたち、それは自分の子どもであっても、他人の子どもであっても、大切に育てるのはみんなの責任であり、どんな人にもできる何かがあるはずです。どうぞ皆さん、自らのことでいっぱいになりがちなこの難しい状況にある今だからこそ、他人に手を差し伸べる気持ちを大切にしてください。そして私たちも、県外からこれからもずっと少しずつでも福島の子どもたちのお役に立ちたいと願っています。本日はお忙しい中、聞いていただいてありがとうございました。イタリアに行ってくれたお子さんの幸多かれと祈っています。ありがとうございました。